こんにちは、斉藤直樹です。以前から僕ですね、映像のフレックススキャン EV2780 っていうモニターを使っているんですね。映像株式会社さんは、石川県にあるメーカーさんで、高品質なモニターといえば映像ってね、プロならパッと頭に浮かぶぐらい、クリエイターにとっては御用達なんですが、先日映像さんからこんなご連絡をいただきました。斉藤さん、フレックススキャンシリーズ確かにおすすめなんですけど、もっといいモニターありますよ。お送りするので、ぜひ試してみませんかって。はい。ということで、今回はこちらのモニター、カラーエッジ CS2740 をお貸しいただきまして、一体普通のモニターとどこが違うのか、お絵描きをしながらその実力を確かめていこうと思います。一体何が違うのかってね、今ちょっとこれ見えちゃったと思うんですけど、これね、マウスじゃないんですよ。これがですね、一番普通のモニターと違うところです。こいつでね、一体何をするのか気になると思うんですが、それについても詳しく解説していきますね。それでは早速行ってみましょう。ラフを描く工程。まず、機能紹介を詳しくしていく前に、早速、お絵描き始めちゃいました。オープニングでカラーエッジをお貸しいただいてから、実は1ヶ月ほど経っておりまして、このモニターを使い始めて、すごく感じたのが、やっぱりなんといっても、色再現度の高さと鮮やかさです。なので今回はそのモニターの特性を活かしてカラフルなイラストに仕上げていこうと思っていますね。それと今回はいつもメインで使っているモニターではなくカラーエッジの方に映しながらイラストを描いていこうと思います。でね、イラストを描いていく最中なんですが、皆さんの中でひょっとしたらこれ気になったことがある方いるかもしれないんですが、ラフを描いていくときって真っ白な中に黒い線を描いていくので、どうしてもモニターが眩しくて目が疲れるなっていう人がいるかもしれません。そんな時にですね、カラーエッジの良い部分の一つにお気に入りのカラー設定を保存しておいて、ワンボタンでそれを切り替えるっていうことができる機能があるんですよ。こうやってポチッポチッとボタンを押すと、ほら、モニターがちょっと薄暗くなりましたよね。色を使わない段階のラフとか、あとはそもそも色を使わないモノクロの漫画原稿を進めている時なんかは、目の負担を抑えるために明るさをあえて抑えて描いていくのはおすすめですね。眼精疲労で悩んでいる人は、ぜひ試してみてください。今回のイラストは鮮やかな色をクリエイターに届けるっていうテーマで描いていますが、どんなポーズがいいかなって、こんな風に写真を撮りながら、届けー、色よ届けー、届けーってね、念じつつ何個か実験を重ねたところ、これやってね、ピンとくるものがありましたので、このポーズにしました。ただね、今回のイラストは横長の指定をもらっていましたので、この構図を横長にアレンジして描き進めております。それと、今回は線主体ではなく、色で描いていこうと思っていますので、いつもよりも線は少なめです。あくまでね、キャラクター本体のみ、線画で描きつつ、その他の部分を色で溢れさせていく作戦ですね。はい、線画までが完成しました。正確な色再現機能がついている。さて、ここで先ほどもちょっとだけ紹介していたカラーエッジシリーズならではのキャリブレーション機能について紹介していきましょうか。それについてはさっきから気になっていたこちらのデバイス、キャリブレーションセンサーを使います。まずね、カラーエッジ専用のソフトウェアを立ち上げたら、カラーモードから試しに sRGB を選択しましょうか。ちなみに sRGB っていうのは今一番普及している色の標準規格の一つですね。パソコンのモニターとかスマホとか sRGB で表示されているものが多いと思います。こんな風に画面にキャリブレーションセンサーをセットしたらキャリブレーション開始。そうするとこのようにそのモニターごとに実際にモニターが発している色を計測してくれて規格に沿って正しい表示になるようにモニターとセンサーが連動して自動調整してくれるっていう優れものなんですね。はい。ボタンを押してちょっとしたら調整が完了しました。スタンダードな設定としては sRGB 以外にも Adobe RGB っていう sRGB よりも表現できる色の範囲が広い規格があるんですが、こちらもね、キャリブレーションしてみましょう。さっきと同じようにキャリブレーションセンサーをセットしてボタンポチ。ちょっと待って。はい、完了。簡単ですね。正しい表示に調整が行えました。今回は sRGB と Adobe RGB それぞれのカラーモードでキャリブレーションしましたが、共にカラーモードがスタンダードモードに設定されています。
スタンダードモードの場合、いずれか一つのカラーモードをキャリブレーションするだけで、スタンダードに設定されている他のカラーモードも同時に調整してくれるので、時間もかからず便利です。モニターって気づかないうちに経年変化していって、明るさや発色が徐々に変わってきちゃうらしいので、定期的にキャリブレーションを行わないと、知らず知らずに変な色で作業しちゃってたっていうことがあるんですよ。趣味でのお絵描きならね、それでも構わないかもしれませんが、プロとしては大問題ですよね。そうならないためにも、定期的なキャリブレーションは大事ですね。ちなみにね、スタンダードな設定の他にも、10個までカラーモードを保存可能なので、設定しておけばワンボタンで切り替え可能です。さっきね、ラフの時にモニターを暗くしたのも、その機能を利用しました。ね、めっちゃ便利でしょ？クリエイターにとって自分の目で正確な色味を確認するのは作品の見た目のクオリティに直結するので最も大事なことです。今、正しい色で見れているって分かって絵作りできるのは何よりも安心感につながりますよね。色を塗る工程。さて、正しい色設定もできたので、色を塗っていきましょうか。僕は印刷物もそうなんですが、やっぱり画面を通して絵を見てもらう機会が多いので、僕が見ている見た目と皆さんが見ている見た目をなるべく合わせるために、現状最も広く普及している企画、sRGB に設定して彩色を進めます。今回はね、鮮やかな色味を強調したいので、ベースとなるのはちょっと暗めの色にしていって、その上にカラフルな色味をどんどん乗せていくような進め方をしていこうと思います。こんな感じでね、影の中にいるような濃い肌色を塗っていきつつ、T シャツもちょっと青みがかったグレーにして、はい。そして背景にあんまりね、黒は使わないんですけど、今回は黒の上にブワーッと髪の毛が広がっていくような感じですね。さあ、これからどうなっていくんでしょうか？皆さん予想つきますか？圧倒的に見やすい工夫がされている。ちなみにですね、このカラーエッジ CS2740 キャリブレーション機能以外もすごくて、おすすめ機能がたくさんあるんですよ。まずね、解像度がすごいです。フル HD の4倍にあたる 4K UHD3840×2160 の高解像度表示が可能です。解像度がね、いまいち高くないモニターって、よく見ると滑らかな線を描いてもね、ちょっとね、ジャギっちゃうっていうか、少しドットが見えちゃう感じがあるんですが、このモニターはそういうことがないですね。すごく細かくイラストを表示してくれています。それともちろん縦表示にも対応してますね。はい。回転してみるとこんな感じ。カラーイラストだけではなく、漫画とかもね、縦長の原稿を多く書く人は横表示よりも大きく表示して細かくチェックできますから、この表示の仕方ができるのは助かりますよね。それとね、これ地味に助かる。ノートパソコンに USB Type-C ケーブル1本で簡単に接続できて、しかも給電可能ってところ。普段はノートパソコンで外で作業したいんだけど、最終調整としてモニターでちゃんと確認したいっていう人も意外と多いと思うんですよ。その時に、いちいちノート PC に電源をつなぐのは億劫だけど、ノート PC の充電が足りない。みたいなね、そんな時ってあると思うんですが、このモニターはそれがないので、非常にスムーズに大きい画面で確認できていい感じです。カラフルにしていく工程。さて、それではここからいよいよカラフルさを追加していく工程に移っていきましょうか。結構ここからはその場のノリというか、普段はやらないランダムチックな進め方になっていくので、僕自身どうなっちゃうのかちょっとドキドキしております。このね、髪の毛のところにね、色鮮やかな毛束をこんな風に追加していって、まるでマーブル模様のような感じで、いろいろな色が混ざり合うような、そういうイメージを作り出していきたいんですよね。絵ってですね、色数が少ないほどまとめるのが簡単。逆に色数が多くなるほどまとめるのが難しくなっていくので、なんかちょっとやばい方向に船を漕ぎ出しちゃったかなっていう後悔半分、ワクワク感半分っていうそんな面持ちで着彩を進めております。そうそう。ここで色についての豆知識。1個付け加えていくとですね、色の綺麗さって単色が綺麗かどうかではなく、隣り合う2色以上の色の組み合わせ、響き合いによって決まることが多いです。どうしてもね、色が苦手だよっていう人って、色を単色。一個一個の鮮やかさで見ている人が多いんですが、そうではありません。実際僕もね、この色を塗っている時に考えているのは、色同士の響き合いです。
この紫の隣にこのピンクを置いたら綺麗かな。で、このピンクの隣にはこの緑を置いたら際立つかな。なんてね、隣り合う色を含めて配色を考えていってるんですね。そうやって徐々にバランスを取りながら色数を増やしていくと、少し色数が多くなってもまとまりやすくなると思いますよ。ちなみにですね、ここまで聞いて気になった方も多いと思うんですよ。さっきちらっと出てきた Adobe RGB って何？ sRGB と Adobe RGB 何が違うの？そして Adobe RGB ってどういう時に使うの？はい。そうですよね。そこが気になった人はかなりプロ志向な人だと思います。簡単に解説するとですね、Adobe RGB は sRGB よりも鮮やかな色を表現できて、色域が広い表示規格です。例えばこのように、今描いているイラストを Adobe RGB に変換して、彩度を上げてみると、ほら、sRGB よりも断然色彩豊かに色を表示できるんですよね。でもその一方で、表示できるモニターも限られてしまう部分があるので、もし使う場面があるとしたら、広い色域のモニターで表示すると分かっている画像とか映像を作る場面だったり、あとは高性能なインクジェットプリンターで作品をプリントする、または高色域印刷に対応した印刷会社さんに印刷を依頼する場合に限られると思います。ただね、今見てもらったように圧倒的に表現可能な色の範囲が増えるので、色鮮やかな印刷をして展示をしてみたい、凝った印刷をして鮮やかな本を作りたい、なんていう人とかは特にこのモニターは心強い味方になってくれると思いますね。もしね、Adobe RGB はあんまり使わなそうだから、sRGB で十分だなっていう人には、カラーエッジの優れた表示性能を持ちながら、色域を sRGB に限定して、コストを抑えたモデルもあるので、そちらをチェックしてみてほしいですね。このカラーエッジ CS2400R というモデルです。あと一応補足しておくんですが、一般的な商用印刷では Adobe RGB は再現できません。エプソン、キヤノンのプロシリーズの高品位のインクジェットプリンターや商用印刷でも6色印刷などを謳う広域印刷では Adobe RGB 色域を活かすことが可能とのことです。どんな印刷でも Adobe RGB を再現できるわけではないので、そこだけはね、注意です。そしてこちらカラーエッジ CS2400R はなんと映像が現在開催中のイラストコンテストの対象の商品にもなっていますね。僕もこちらのイラコンの審査員をさせていただいております。応募は2023年11月15日までとなっておりますので、どしどしご応募くださいね。はい。そして最後の仕上げ。女の子の手から放たれるカラフルなエフェクト。パーティクル表現を追加していったら、はい。プロ御用達の高級モニター、カラーエッジ CS2740 を使ってお絵描きしてみた。様々な色が混ざり合うカラフルなイラスト、完成です。いかがでしょうか？この描き方はね、少しずつ色同士の響き合いを確かめながら、線というよりもむしろ色で描いていくような、いつもと違う描き方をしたので、結構ドキドキだったんですが、最終的にはいい感じに仕上げられたのではないかと思います。ということで今回は映像のカラーエッジ CS2740 を紹介しつつイラストを制作してきました。いかがだったでしょうか？こういうね、価格の高いモニターってね、どうしてもハードルが高いと思うので、導入の順番としても、もし余裕ができたらって感じになってしまう部分があると思うんですが、今回ね、実際に使ってみて、正確な色を目でちゃんと見て、確認しながら描けるっていう安心感。これだけはね、やっぱり何にも変え難いなっていう実感がありました。特にですね、これから印刷物にこだわっていきたいよっていう人にとっては、すごく頼もしいパートナーになってくれる感じがありますので、ぜひそういう人は導入を検討してみてはいかがでしょうか。動画下の概要欄に URL を載せておきましたので、気になった方はそちらからチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。にしても映像さんって1968年創業なんですね。僕が生まれる前から映像のクオリティにこだわり続けてるなんて、いやーすごっ。